はい、皆さんこんにちは。チキッチンです。今日はみんな大好き、もちろん僕も大好きなんですけれども、ナポリタンを時間短縮の裏技を使って作っていきたいと思います。それでは料理始めちゃいましょう。今回はね、ちょっと僕がカメラの位置を気にしなさすぎて見にくいバージョンになっています。次の動画からはカメラの位置を気をつけながら撮っていきたいと思います。っていうわけで、まず玉ねぎを切っていきます。これはね、千切りなんですけれども、ちょっと太めに切っていってください。ちょっと太めの方が食感も出ますしね。はい、続いてはピーマン。これを切っていきます。これもちょっと太めにトントントン、ちょっと太めに、もうね太めっていう感じでいいですよ。そして次は鶏肉。これは火が通りやすいように細かめを意識して切っていきます。あらら、カメラからちょっとやっぱ切れてますね。そう、こんな感じに切っていきます。これで下ごしらえは完了。コンロに火をつけていきたいと思います。鍋でお湯を沸かしていくんですけれども、今回はそこまで大きな鍋じゃなくていいです。このね、大きなパスタを長い鍋に入らないっていうサイズ感なんですけれども、これをですね、水をタッパーの中に入れてしまいます。ダーッと。これをね、冷蔵庫で3時間ぐらい寝かしていきたいと思います。これ3時間寝かすことによってパスタにね、水が吸水、パスタが水を吸ってですね、柔らかくなるんですよ。そうそう、こんな感じ。これ3時間後のやつなんですけれども、こんな感じにね、柔らかくなります。これ時間短縮の裏技です。このパスタもね、冷蔵庫でだいたい3日ほどは持ちますので、ちゃちゃっとパスタ食べたいなとかいう人は冷蔵庫の中に常にストックしておいても大丈夫だと思います。本当に簡単なんでね、皆さんぜひぜひ真似して試してみてください。あとは、とりあえずお湯が沸くまで待ちましょう。グツ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 、こんな感じですね。そして今回は茹で時間かなり短縮するので、塩大さじ1、だいぶ多めの量です。これを入れて、先ほどの吸水させたパスタ、冷蔵庫で寝かしてたやつですね、これ入れちゃいます。で、だいたい僕は1分ぐらい湯がきます。パスタの硬さとしては1分ぐらいでいいんですけれども、ナポリタンはちょっと柔らかい麺がいいでしょうっていう人がもしいましたらね、それはまた茹で時間の方2分とかそんな感じで調節して柔らかめにしてみてください。今回はだいたい1分ぐらい、ジャスト1分ぐらいかなっていう感じで湯がいてます。こう湯がいてる間にね、たまにはこうやってぐるぐるぐるって混ぜていってください。麺がねくっついて団子に、今の時代の麺はなかなか団子になりにくいんですけど、団子にならないように混ぜてます。で、茹で上がりましたらね、僕はもうざるにあけるっていうよりは、こうやってトングでピピーって取っちゃいます。あまり水を切りすぎないっていうのが大事なんでしょうかね。はい、そして次はフライパンでもう締めの作業に入っちゃいます。ナポリタン作っていきますよ。いつものようにこうやってフライパンを温めて、ある程度温まったら、こちらオリーブオイルですね、大さじ2、これぐらいの量ですね。結構たっぷりとオリーブオイル入れていきます。
そしてまずは鶏肉くん、こちらを焼いていきます。とりあえず鶏肉くんこうやって入れて、フライパンもねある程度温まったら火はこれぐらいの中火。あまり強すぎるとね、鶏肉くんとかその後ソースも作っていくんですけど、そのソースがね焦げてしまったりしますんで、中火ぐらいの量でいいかなと思います。そして少しずつねこうやって焼きながらひっくり返しながらやって、次は玉ねぎ投入です。玉ねぎ入れたら間髪入れずにピーマンも入れちゃいます。これであとはもうちょっと火がね通るようにっていうても、そんなにね火の通りにくいようなものたちではないので、ささっと炒めていきます。で別にねフライパンちゃちゃっとこう触れなくても、普通にトングで混ぜていただいて、もうとにかく焦げないようにね火が通ればいいだけなんで、もう楽しく料理をしていきましょう。である程度火が通ってきましたら、砂糖、これが小さじ2ですね。砂糖を入れて1回ちょっと砂糖なじませるように炒めます。そして次にケチャップ、これが大さじ3ですね。この量をこの中に入れていきます。パスタを入れてからその砂糖とかケチャップを入れていくんじゃなくて、今この段階で入れていきます。というのも、鶏とか玉ねぎとかピーマンのうまみや香りですね、そういったものをこうやってケチャップにこう染み込ませていくと、美味しいソースにも簡単に美味しいソースになりますんで、順番はこれでいってます。でソースができたらこのようにパスタを投入してガーッと混ぜていきます。これもねフライパンを触れた方が早いのは早いんですけれども、触れなくてもねこうやって混ぜる感じで普通に作っていただけたら問題ないと思います。最近はねナポリタンを外で食べる機会が少なくなったというか、僕の場合はね、僕のお母さんがよく昔作ってくれてたんで、ナポリタンはもう家庭の味だなっていう感じなんですけれども、皆さんはどうです？これぐらい炒まってきたらここでブラックペッパーの投入です。これも香り付けですね。もう入れたらちゃちゃーっとなじませていきます。ある程度ね馴染んできたらナポリタンの完成です。あとは器に盛り付けるだけでございます。こんだけ時短技でナポリタンが作れるんやったらしょっちゅう食べれますよね。はい、器を用意してナポリタンを盛り付けていきます。これはねもう普通に好きなように盛り付けてください。料理をするときにやっぱトングが1本あるとすごく便利ですよ。なんでかっていうと、こう掴んでこうくるっと回すと、このなんていうんですかね、ボリューム感というか立体感が生まれて、量が多く見えたりかっこよく見えたりするんでね、ぜひトングも用意してみてください。そして最後に彩りですね。今回はもう貝割れがあったので貝割れ使いました。これでナポリタンの完成です。最後にくるってやったからね、こう立体感も出てると思います。今回は時短ナポリタンでした。それではまた。楽しく料理ができたらチャンネル登録と高評価お願いします。バイバーイ。